レ夢ムです。マリサだぜ。ねえ、マリサ。なんだ？寒くなって、ロレマラ大変じゃない？そうだな。なるべく暗くなる前に回っているぞ。夜はほんと寒くなってきたわよね。ランナーさんは、風邪をひかないように、寒さ対策をして回るのぜ。そういえば、マイケルさんが動画で入店時のマナーの話をしてたわよ。細かすぎるアドバイスの話だよな。コートを脱いで店内に入る話を聞いて、紳士的で素敵と思ってしまったわ。やっぱり好印象を持たれるはずだよな。さらっと、自然な所作でできたら素敵よね。ベテランランナーさんの話は勉強になるな。ここのチャンネルとは大違いね。マイケルさんを見習うようにしないとな。みんな入店の際に、コートを脱いでたら面白いわね。ロレックスは、紳士淑女の集まりだぜ。それで今回はどんな話なのかしら？今回もロレックスマラソンの話だぜ。ロレマラの話が続くわね。銀座と六本木でとりあえず区切りがつくぜ。確かにそうね。12月に入ってからの感想も伝えたいしな。11月と違うの？やっぱり人が増えた印象は感じるな。そうなのね。あと、ロレックス以外のブランドにも行ったので少し話をするぜ。それは楽しみね。今回も始めるぞ。この番組は、時計の小話の提供でお送りします。少しでも面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録をお願いいたします。すごく励みになるのでよろしくだぜ。ゆっくりしていってね。最初は銀座の話かしら？いや、この日は5店舗回ったんだ。頑張ってるじゃない。そうなんだ、今年中に購入したいからな。で、最初はどこに行ったのかしら？日本橋三越本店からスタートしたぞ。最初に日本橋三越本店に行くこと多いわよね。三越前で降りるのが、路線的に都合がいいんだ。そうなのね。三越本店から銀座に向かって歩いていくぜ。健康のためにも歩くのはいいことね。ウォーキングもできて一石二鳥だぞ。それで日本橋三越本店はどうだったの？4組ぐらい並んでたな。普段は並びがないことも多いわよね。そうなんだ。12月でお客さんも増えてる感じがしたな。席について話をしているお客さんも多かったな。マリサも席で話をしたの？いや、いつも通り立って会話したな。違いはあるのかしら？前の人が席に案内されて会話されてたけど、在庫確認に行ってもらって、在庫ございませんでした。で、すぐに退店してたから変わりはないのかもな。そうなのね。でも席に案内されたら、少しドキドキするわね。案内されてみたいよな。結果はどうだったのかしら？在庫はなかったな。そうでしょうね。あっさりしてないか？在庫ないのが普通でしょ？もう慣れてしまったわよ。そう簡単に提案は受けられないからな。次はどこに行ったのかしら？高島屋ウォッチメゾンに行ったぞ。いつもの順路ね。この日は、素敵な女性販売員さんは案内係をやっていたので、少し残念だったな。案内係だと接客してもらえないわね。そうなんだ。高島屋ウォッチメゾンは混んでたの？並びはいつもより少ないと思ったけど、すぐに後ろに列が伸びたな。それでどんな感じだったの？応対は男性販売員さんだったぜ。在庫確認して、在庫がなかったまでは同じだな。何か違うことがあったのかしら？ここでベテランランナーさんの真似をして、最後に質問してみたんだ。なんか嫌な予感がするけど大丈夫だったの？無難な質問を考えたぜ。どんな質問をしたのかしら？12月に入荷が増えることはありますか？なんか、すごくまともな質問をしたじゃない。そうだろ、寝ないで考えたんだぜ。普通はすぐに思いつきそうだけど、少し見直したわ。それで答えはどうだったのかしら？きっぱりと、ロレックスでは、そういうことはございません。って言われてしまったな。そうなのね。ロレックスは、生産が需要に追いついていないので、入荷量が月によって変わることはないそうだ。いつ行っても在庫がないものね。この時点でタジタジだったけど、さらに追い打ちを受けたんだ。何を言われたの？逆に12月は購入したいお客様が増えるので、購入する機会はもっと難しくなると言われたぞ。ボーナスで購入を検討する人もいるでしょうね。かなりマウントを取られた感じで言われたな。会話はできたけど、期待感は下がった感じね。そうなんだ。ふらふらしながら大丸東京に向かったぜ。ダウン寸前ね。大丸東京はいつもより並びが多かったな。いつも並びが多いわよね。この日はさばきも早かったぜ。そうなの？同時に3組が退店して、次が案内されてたりしたぞ。前回で分回してるわね。だから並んだ時間は短かったぜ。期待も薄いわね。あっという間に終わったな。残念だったわね。ふらふらと銀座に向かったぜ。もう、KO 寸前ね。銀座には正規店が2店舗あるぞ。さすが銀座ね。歴史や銀座本店は抽選予約店舗なんだ。当選しないと購入できないのね。そうなんだ。
見学に行ったことはあるけど、早く抽選予約に当選して放店したいな。じゃあ、もう1店舗の方に行ったのね。歴史や銀座並木通り店に行ったぞ。知ってるわよ。おっさんが、よく吹っ飛ばされてる店舗よね。そうなんだ。並びは2組あったけど、すぐに案内されたぜ。なんか、結果は見えてるわね。応対は男性の販売員さんだったぞ。応対は良かったかしら？可もなく不可もなくだな。曖昧な表現ね。店内には大きなクリスマスツリーがあったぞ。雰囲気は良さそうね。奥を見たら購入されているファミリーがいたな。あら、羨ましいわね。やっぱりファミリーは提案されやすいのかもな。どんなモデルを購入されたのか興味が湧くわね。離れているから時計までは見えなかったな。もしかしたら、マリサも提案されたの？いや、ジャガールクルトまで吹っ飛ばされたのぜ。なんか聞いたことある展開ね。もう、癒されたくてジャガールクルトに入店したぜ。いい迷惑じゃないの？実はロレマラよりも、ジャガールクルトで見たい腕時計があったから、ある意味こちらがメインだな。前回の動画で冒頭に話していた腕時計ね。そうなんだ。SNS の広告で見て衝撃を受けてから、実機が見たくてたまらなかったんだ。そんなに素敵な腕時計なの？実は、それほどジャガールクルトに興味を持ったことは、今までなかったんだ。そうなのね。スクエアや、レクタングラーなら、カルティエのサントスなどの方が興味あったな。サントス部カルティエが素敵よね。もともとラウンドの円形の方が好きだったから、余計に衝撃を受けてしまったんだ。すごく気になる話ね。初めて入る店内で、ドキドキしたぜ。どんな感じだったの？知らないで行ったんだけど、制度のパイオニア展を開催してたみたいだ。タイミング良かったのね。そうだな。特別展示品も多かったみたいだぞ。どんなモデルがあったのかしら？モデルには詳しくないんだけど、プールビヨンの時計がたくさん展示されてたな。プールビヨン。フランス語で渦の意味だぜ。時計の姿勢による精度差を補正する仕組みで、キャリッジと呼ばれるケースに、ヒゲゼンマイ、アンクル、テンプ、ガンギシャなどの部品を収納して、キャリッジを1分間に1回転させて、垂直方向の重力を分散させる仕組みなんだ。難しすぎて頭がパンクするわよ。すごい世界三大複雑機構の一つと覚えてくれ。すごいということを覚えておくわ。もう時間を忘れて、ずっと見ていたかったぜ。そんなに素敵なのね。やばすぎるな。見たかった時計は、プールビヨンの時計だったの。それとは違う腕時計だな。じらさないで早く教えなさいよ。レベルソ、トリビュートクロノグラフ。ゴージャスなドレスウォッチね。表面ダイヤルはピンクゴールドがゴージャスだぜ。表面。ダイヤルが反転するんだぜ。反転。反転だ。裏面ダイヤルは、レトログラード式30分積算カウンターを備えた、複雑機構のクロノグラフなんだ。二つの時計が一つになったみたいね。レベルソの解説は別にやりたいと思ってるぜ。マリサが言うように、これは見とれてしまうわ。実機はもっと素敵だったから、興味を持った人はぜひ見に行ってほしいな。私も見に行こうかしら。もう一度見たいから一緒に行くぞ。販売員さんが塩対応だったりしないの？女性の販売員さんが応対してくれたんだけど、説明も丁寧で詳しくて、ザ・プロフェッショナルって感じで素晴らしかったな。それは初めてでも安心ね。イベント期間中なのを知らなかったんだけど、予約なしで行っても、ウェルカム感がすごかったぞ。良い体験ができてよかったわね。フラフラで KO 寸前から回復できたぜ。最後は六本木に行ったのかしら？六本木ヒルズにあるんだぜ。さすがロレックスね。路線がちょっと外れるから、あまり行ったことがない店舗だな。他の店舗からは少し離れているわね。行った日はイルミネーションが綺麗だったぜ。カップルが多かったんじゃない？カップルと女性は多かったな。混ざって写メしてきたぜ。一人で寂しいことしてるわね。同情はいらないのぜ。それで、六本木ヒルズ店はどうだったのかしら？街は一組待ちで、すぐに店内に案内されたぜ。路面店は寒いから並びも大変ね。日が暮れる前に行きたい場所だけど、暗くなってからの方が、イルミネーションは綺麗だから悩みどころだな。応対はどうだったのかしら？素敵な女性販売員さんが応対してくれたぞ。応対は過去一ぐらい良かったな。そんなに良かったのね。そうなんだ。在庫はなかったけど、すごく質問をしてくれる販売員さんで会話が楽しかったんだ。じゃあ、行ってよかったわね。ジャガールクルトと六本木ヒルズ店のおかげで、元気が湧いてきていい一日になったな。最初はどうなるかと思ったけど、よかったじゃない。次回も頑張ろうと思ったぜ。今回の小話はいかがでしたか？少しでも興味を持ったり、参考になりましたら、チャンネル登録&高評価、励みになるのでよろしくお願いするぜ。動画も少しずつ増えてきましたので、まだ見ていない動画がありましたら、
もう一本見ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。